はい、皆さんこんにちは。ぐっち夫婦のしのです。しののおやつ時間、久しぶりにやってまいりました。今日はね、バナナケーキ作っていきます。基本のバナナケーキで、どちらかというとちょっとあっさりした仕立てのバナナケーキです。バターとか生クリームとか入れて濃厚に仕立てるタイプもあるんだけれども、今日は太白ごま油を使ってあっさり軽やかにおやつに食べやすいバナナケーキを作っていきたいと思います。それでは材料はこちらです。今日焼き型をね使っていきます。大きさなんですけれども、18の6の7センチ、そちらの型を使って作っていきます。で粉はね、薄力粉とちょっとアーモンドプードルを入れて少しコクのあるような感じに仕立てます。はい、では作っていきましょう。このバナナケーキはとにかく混ぜて潰して混ぜて焼くだけっていうね、すごい簡単なレシピに仕立ててるんですけれども、このハンドミキサーを使っていきます。今日使うのはパナソニック MKH4、割とお手軽な値段で生クリームを立てるにもいろんな生地作るにも不便なく使っているこのハンドミキサー使います。ない方は自分で混ぜる泡立て器使っても大丈夫。ボウルに卵を割り入れます。卵を2つ、そしてきび砂糖を入れます。やっぱりケーキ作る時にグラニュー糖を用意しなきゃとか、バター買わなきゃとか、お菓子作りのために調味料を準備するのがちょっと大変かなと私は思っているので、ほんのり甘くて体にも優しいきび砂糖をね、今日はね使っていきます。では卵に混ぜていきます。これもったりするぐらいまでしっかり混ぜます。割としっかりめに混ぜていきます。ちょっと重くなるぐらい、このぐらいです。はい。そしたらこの太白ごま油っていう香りのしない白いごま油ね、こちらを加えていきます。また混ぜます。割としっかりめにね混ぜていってください。油も混ざったところで、続いては粉をふるっていきます。今日粉類にプラスで加えるものは薄力粉とアーモンドパウダーとベーキングパウダー、こちらをね合わせて3つ一緒にふるいにかけて加えていきます。それでは粉をふるっていきます。このシャカシャカがない方はざるでも大丈夫。このふるう理由としては、生地を滑らかにするため液体と粉がなじみやすいので、細かい粒子で合わせてあげます。である程度粉がもう生地に入ってたところで、もう一回はい、粉類すべて入れました。これも全部生地の中に白っぽいところが残らないようにね、どんどん入れていきましょう。しっかりした重みのある生地になっています。パタパタってなるぐらい。そしたらね、ここにバナナをね加えていくんですけど、バナナって結構しっかりした硬さがあるから生地とね馴染みづらいので、一回ね牛乳と合わせて潰していきます。生地と粘度が同じぐらいになったところで生地と合わせる。ちぎりながらで牛乳、フォークとか使ってもいいんだけど、最近ポテトサラダとか潰すのにいいなって思ったのがこのくっつかないしゃもじ。すごいこのボコボコがいい感じにね潰れやすくって力がかけやすいね。バナナの潰し加減は好みなんですけれども、潰しが粗いとゴロゴロしたバナナが入ったようなケーキで、しっかり潰すとバナナの甘みが行き渡るようなケーキになるので、この潰し加減はねお好みで調整してください。よくなじみました。バナナそのもので入れるよりも生地にねなじみやすいもたっとした感じになっています。先ほどの生地ここに入れていきます。ちなみに牛乳が苦手な方は豆乳と合わせて混ぜても OK。 では合わせていきます。いいね、馴染んでるね。でここでお好みでチョコチップ入れてみたり、アーモンド砕いて入れたり、あとシナモンとかね、好きなスパイス加えたりとかね、さらに具材を加えたい方は入れていってください。はい、 OK。 いいね、しっかりしたいい生地が出来上がりました。はい、ということでこの型にね続いては入れていきます。まずペーパー入れていきます。ペーパーのね入れ方を皆さんに今日お伝えします。ちょっと大きめに
切ります。大きめっていうのがここを倒してもう余裕があるぐらいの大きさです。ここで切っていきます。こういったペーパーって表と裏面があるんですよ。ツルツルしたところが表面なので、ツルツルしたところをこう上にして入れてあげたいので、この型に合わせるためにペンで型型を描くので裏側にね描いていきます。なのでひっくり返してだいたい真ん中ぐらいに置いてペンで縁をね描いていきます。で折っていきます。この縦線に合わせて1回折る。こっちも同じく全部折ります。そうするとこの型型に折り線ができました。で切るところがね4つあります。この細いところの下を切るこの線、ね、はい OK。 そうしたらこのマジックで描いた線が外になるようにしっかりとひっくり返すの忘れずに。でこのままねこの後型に入れていきます。内側に折り曲げてから型に入れよう。逆になってるんですね。まあ最初から逆に折ってもよかったね。はい、皆さんすいません。はい、では型に入れていきます。この入れてあげるとこの型で折ったところに角が合わさっていきます。こういう感じになってきます。そこをちゃんと合わせるようにしてキュッと入れてあげます。で横の部分がねどうしてもこうペーパーの切った長さによっては長いので、ここはちょっとね切り落としていきます。ちょっと長さを整えますよ。だいたい肩から1センチぐらいの高さのところで切っていきます。こんな感じで周りも1センチぐらいの高さのところで切ってあげます。で少しねこの辺も長さが長いのでこの角に合わせて切ってあげてちょっと短くしてあげれば完成。はい、そしたらね生地を流し入れていきます。このままさーっとボタボタっと落としていく感じです。で中心に向かってこう落としていくと自然と均等に広がっていくので、真ん中に向かってゆっくりゆっくり落としていくようにしてください。はい、生地を入れたら少しねなだらかになるようにゴムベラなどでこうね慣らしてあげます。生地に空気が入っているのでちょこっとねこうポンポンと10センチぐらいの高さのところから下に叩きつけてあげるようなイメージで空気を抜いていきます。はい、そしたらねこれで180度で予熱したオーブンで焼いていきます。はい、そしたら20分焼くうちの10分ぐらい半分ぐらいね経ったところでオーブンを1回開けて真ん中にね切り込みを入れていきます。でなんで入れるかというと焼き上がりがねすごい形が綺麗に仕上がるんですよ。このまま焼いていくと結構火が入ってるとこ入ってないところがまばらでもうねボコボコしたようなケーキになっちゃうんですけど、ここの真ん中にねしっかりね切り込みをねこうちょっと深めに入れてあげる。これだけでね綺麗に仕上がるので途中の10分ぐらいでやってみてください。はい、では焼きに戻ります。はい、ということで10分後焼き上がりをお楽しみに。はい、では焼き上がりました。やったー、おー、すごい綺麗に焼き上がってます。1回ね切り込みを入れたから真ん中からふわっとね綺麗に生地が広がってます。いい具合です。でこれね竹串を刺して中まで火が通ってるか確認してみてください。ではちょっと粗熱を取ってあとは試食タイムに移りたいと思います。はい、ということで焼き上がって粗熱もね取れたので切りたいと思います。よいしょ、すごい綺麗にいい感じです。そうそう、加熱時間ね10分ほど増やしたので30分ぐらい焼いてます。皆さんもねオーブンとかこのケーキの膨らみによって火加減火通りが変わってくるので竹串でねチェックして焼き上がりを様子見ていってください。はい、ではいい感じですね。綺麗。このまま外してカットしていきます。バナナがいい感じにいます。いいんじゃないでしょうか。はい、では早速一ついただきたいなと思います。お、しっとり
バナナの香りがふわってします。軽いですね。優しい、美味しい。これはおやつにぴったりだね。本当に美味しい。バニラアイスとかね、生クリームとかそうやって食べてもいいかなと思います。バターを使ってるわけじゃなくって太白油で仕上げてるので、やっぱり口当たりが軽やかで、周りもねすごいカリッと焼けていて、あまり重くないっていうのがね、やっぱりどんどん食べ進められるバナナケーキで美味しいです。我ながらバッチリでした。ということで今日は基本のバナナケーキをお伝えしました。皆さん混ぜて焼いてすぐできるので、ぜひ作ってみてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。